2024年、6月21日、銀龍侍の斉藤です。YouTube さんの動画を使ってですね、農業技術をここ沖縄から、配信しているものです。月に3回夜の7時、毎週金曜日夜の7時が、技術系動画、銀龍侍。兄弟チャンネルにですね、まがたまチャンネルというのがあります。こっちは月に1回、考え方、マーケット事情、なんかちょっとつらつらそっちの方は語ってます。おかげさんでね、ほんとじわじわと見てくれる人が増えてですね、いろんな質問相談等が来ます。新規収納の相談が最近多いね。相談料無料、コンサルフィーなし、有料級のものはないんで、図面とか設計、俺の漫画絵の図面以外は、ちょっとお金はかかるからね。設計図面とかはね。三種の神器といってですね、大地の雫、バイオメジャー、ピアシルバー、この3つを、使ってですね、農業技術を駆使してます。殺菌剤、殺虫剤は、ほとんど使わないで栽培が可能になりました。こんなこと言ってね、自分はね、今日まだ少し目チカチカしてるんだけど、自分の動画見てさ、やたらこう目をパチパチさしてるなと思ってたら、家ダニにやられてたんだね。これね。鼻水が止まらなくなって、ちょうどね、ある日を境にね、ダニアレルギーになってたんだね。フローリングだから油断してたんだよ。モップだけ使って、掃除機、うちの愛犬のイチゴのさ、耳に良くないって言うから、あれをね、やめた日をからじわじわ。俺もともと鼻水ほとんど出ないんだけど、でね、やけに動画見たら目チカチカしてるなと思ったら目かゆくてしょうがなかったの。だから、家ダニアレルギー。栽培現場の皆様のアザミウマ、肌に、アブラムシ、粉じらみ、ホコリダニ等は完全に解決してきたのに、斉藤さんが家ダニにやられてましたっていう、面目ない。今日はね、シリーズにするよって言ってた、前回ね、リンさんから言ったんだよね。リンさん問い合わせ多かったな。私もです。俺もです。多かったな。で、今日はね、窒素いきます。まず、前回はさ、今回、窒素リン酸カリって言うんだけど、俺の場合はリン酸先にやって、リン酸の、リン酸型によるエチレンとかさ、障害がいろいろあったから、うまく使えばね、抑制できるんだ。で、今日さ、それと相互バランス取りながら、窒素を使って何するってさ、いわゆる受精とかね、受精、徒長なんだよな。受精は欲しいし、徒長はさしたくない。で、窒素っていうテーマでいくとね、まずね、作物作るのにさ、窒素大事だよって言うけど、型するとさ、害虫が寄ってきたり、徒長したりとか、いろんな考えはあるわけ。でもね、まずさ、そもそも窒素ってさ、やっぱね、ないとね、で、今日は窒素はまず何って言って、で、使い方、リン酸との組み合わせ方っていうのをちょっとやろうと思うというのは、6月もね、21日になると、暖かいんだよ。暖かいと窒素ってどういう風に体内を移動する効くっていう部分もあるわけさ。で、まずね、窒素はね、前言ったさ、これ押さないね、アミノ基。で、炭素。で、カルボキシル基。カルボって言おうか。で、これさ、これ大地の雫の結城さんのこと入ってるのさ、大地の雫。ね、これおさらいね。アミノ基。これ要は窒素系の肥料のことだよね。で、炭素。これは別に CO2 でもいいからさ、入ってくるじゃないか。で、これがアミノ酸になって、かけるんだよ、酸は。角度がさ。アミノ酸ね。アミノ酸。で、これが、これだよ。
DNA とかさ、RNA とかさ、色素とかさ、色素、あと酵素もそうだよね。酵素。うん。で、まあ、言うとこ ATP。で、これすごく大事なんだよ。まあ、このつながりがあって、アミノ基と窒素、炭素とカルボキシル基、第一の雫に入ってるから、これグレードあるからね。結城さんに言っても、これはいいや、うちの指導先さんはさ、そういう、そうだよ。そうだよね。うち使ってるから大丈夫です。って言うんですね。で、アミノ酸が構成できてって、こういうものがつらつらとできる。だから、窒素。だから、窒素をね、抑えて作りたいって人いるの。それはわかる。うん。でも時期とさ、だから、やっぱり、なんだろうね。最近、なんて言うんだろうかな。もう、まあ俺はイチゴが一番実績あるから、トマトだって単40トンぐらい取ってんだよ。俺ね、トマトは作った経験あるんだ。うん。1年目で、あの時に沖縄に出稼ぎに来てたんだよ。出稼ぎ行ったって、ね、当時夏イチゴやってたから、お金いっぱい払わなきゃいけなかったんだよね。冬の間ね、トマト作りに来たの。20年ぐらい前かな。一発で40トン取ったね。隔離栽培で。でだ。だから、ある程度ね、トン数いく人、収穫量ある人って、あんまね、窒素ってね、極端に抑えること、抑えながらやると、効かせ方次第だね。窒素を抑えて作りたいって人も時期とタイミングあるわけ。だからさ、まず一つは、受精。で、しくじると徒長するでしょ。で、まずね、窒素ってね、効いてくるとね、ジベが出るのよ。ジベ。ね。ジベレリ。で、これは自分で体内生成するのね。外から入れるものじゃないよ。俺が言ってるのは。これが窒素さ。で、これもおさらいなんだけど、でもさ、6月の21日になってくると、徒長と受精の、間をね、さまようっていうかね、俺はさまよわないんだよ。受精。斉藤流はね、受精なんだよ、受精。徒長じゃないの。ひらがなでいきます。受精。ね。斉藤流は窒素受精に行くわけ。で、徒長はさせない。で、今日の話に、だから窒素っていうテーマで、窒素って部分になったり、要は体を構成するものに、アミノ基、炭素、カルボキシル基、で、ちょっと即差ってあるんだけど、ちょっとそれを前も言ったけど置いといて、今度っていうか来年ぐらいやるから、今そこじゃないんだよね。で、徒長させない。で、夜の温度高いです。ということだよね。で、この体内生成、こっち窒素は効いてくるとジベ酸。で、リン酸はエチレンだよね。エチレン。よし、もう少しわかりやすく書こうか。これ受精、いよいよ受精だよと。今そうだな。この時期だからさ、トマトの作ってる人の相談。イチゴって冬の作物なんだ、割と。冬っていうか5月、6月ぐらいまで。夏イチゴの人は別だよ。それ聞きたかったらまた聞いてくれれば答えるけど、やっぱね、夏の間はね、トマトの相談だ。で、徒長させず受精を維持しながらでいくと、こうだな。窒素、リン酸、で、作用としては、こっちが受精だよね。で、こっちは抑制。抑制。今度漢字勉強してからやります。なんだろう。スマホが特徴、受精、抑制。でね、これがね、しくじりバージョンでいくと、こっちが徒長さ。抑制の部分はしくじるとっていうと、ちょっと老化って捉え方でいいかい？例えばバイオメジャーってさ、細胞分裂をさ、成長点と根の先端で両方でね、指示出してって、で、第一の雫がそれを中継して、ワッセイやっていくわけさ。で、それの反対側にあるもんだよね。ただ、リン酸が悪いって言うんじゃないの。うまく使うと、抑制。しくじると老化。窒素はうまく使うと受精。しくじると徒長。で、この徒長は夜の温度が、今時期で言ったら厳密に20度なんだけど、夜の温度だよ。15度で見てほしいんだ。
なぜかというと、もう夏至の頃だから、辛めに。でももう夜の温度なんか15度なんか優に越すよね。これがね、冬至に向かってってると20度ぐらいまで我慢できるんだけど、もう夏至のマックスのあたりでさ、15度も越したら、しくじるとこっちになるよっていう部分で捉えておくのさ。今日のテーマは窒素だからさ。で、まあこういう特性がありますよと。で、こっちに持ってきたいんだよね。うん。でだ。具体的に行くと、その前に、硝酸石灰、硝酸カルシウムって言い方したらいいよね。硝酸カルシウムだね。うん。この硝酸カルシウムでみんなね、カルシウムを補給したくて、硝酸カルシウムを非売管理に完全に組み込まれてるのさ。キットで。で、俺はこれ有機酸カルシウム第一の手術使うでしょ。有機酸カルシウム。これが大きな違いだよね。こっちさ、僕は斎藤流。トマトみたくさ、肥料結構吸収で、まあ肥料食いのさ、キュウリもそうだよね。まあナスビもそうなんだけど、で、カルシウム欠乏こっちで起こしてないから。第一の雫で。で、いつも言う通り、俺が言う有機酸カルシウムは羊くんの作った第一の雫ね。有機酸カルシウム第一の雫。で、使い方がさ、すごくあって、で、この硝酸カルシウムっていうのは夜の温度が高いこの時期になると、比重がまずね、これ言うね、これ窒素のことなんだよ。ね、窒素のことなんだよ。でも、この上の硝酸カルシウムの特徴は、体内移動がこれとくっついてないと、置き去りになっちゃうの、こっちが。だから、羊のカルシウムは置き去りにならないでまんべんなく動けるように、体内移動できる仕組みが作ってあるわけ。だからカルシウム欠乏がトマトでもキュウリでもピーマンでも起きませんよと。ましてイチゴでも起きませんよと。部分ね。で、この部分で、だから、今日は窒素っていうテーマだからさ、この硝酸カルシウム、だから窒素入ってますって言うんだけど、これ上に行くからね、地上部。養分集中するわけ。スパッと。しかも早いんだよ。素早いの。すばしっこく、養分が地上部の、なんていうのかな、成長点の付近の方に行くから、だから徒長するんだよ。カルシウムだけ置き去りになってるって言うんじゃない。その大きな必要性から、吸収されちゃって、成長点の方に、まあ、ほぼ行きにくいんだよな。行かないったらまたお叱りを受けるから。だから、それで徒長する。ということ。だから、じゃあ受精どうするんですかってなった時に、この有機酸カルシウムと硝酸カルシウムのまずこの窒素の使い分けっていうのをしてるわけさ。これが、有機率の高い肥料を使ってくださいねって言ってるのは、あれだってね、別に窒素が、まあ有機率が高いっていうだけであって、うん。でね、例えば、窒素テーマだから12対3と。ほら、12。これで受精が取りたいのさ。で、おさらいだよ。6対8対4。で、これリン酸。ね。これで抑制させたいわけさ。で、俺がつかないのは、硝酸石灰、硝酸カルシウム。ね。これ、もろ11だから。これ12と6でしょ。これに関してはこれ11もろだから。00的な。まあ、中にちょっと多少はあるよ。でも、まあ、基本的にこれもろだよね。これに CA 足してあるわけ。で、この CA の行き先は、寒中で打つと入り口付近の方の、その大きな必要性から、1、5、1。こら。よし。その大きな必要性から、成長点の方とか、中間部分とかに体内移動を事実上してんのかなっていう感じになるわけ。で、これが徒長を誘発するわけさ。だから俺が指導先さんに、これ使ってますって人いたら、夜の温度がね、もう夏至あたりに、まあ高い時に、これはちょっと控えた方がいいよと。ダメだとは言わないけど、控えた方がいいよと。もっと言うと、俺は使わなかった。斎藤流ね。で、その代わり、有機率の高い、こういう肥料を使うわけ。で、これはね、これノンカルシウムだから。これ CA 入ってないからね。これ CA 入ってません。×じゃないんだ。
CA 入ってないのよねっていうね。こっちも入ってないんだ。こっちは入ってる。ただ、これが強すぎる。だから、実数値でいくとさ、こっち使うと徒長させちゃったのさ。要するに。ただ、こっち使うと、受精の方で止めとくことができたってこと。この12使って。うん。で、このね、さっき言ったでしょジベレリン。ね。受精。で、今度は、俺がバランスよくこの、リン酸率、リン率。これ抑制。で、これをね、交互に打ったり、その日のうちの初回に混ぜたり、ちょっとこれを週2回こっちに散らしてみたりして、窒素を内在、体の中にね、最初にね、窒素をね、引き込んどく的なものをしとくわけよ。じゃないと、成長点付近がね、トマトなんかわかりやすいんだよね。なんかこう、ふっと、こう、弱くなっていくの。弱々しくなってくるから、なる前からこういう受精用に窒素。で、窒素って言ってから、だってこれだって窒素入ってるでしょ？入ってるよね。で、ちょっともうこれ消そうか。いつまでもなんかさ。結構硝酸石灰を持ってる指導先さんがいたんだけど、あれどうしたって言ったら、先輩に売りましたって。マジか。笑ったけど、まあ、ね。その本人はこのやり方でやってるんだよ。まあいいよ。別に使いたい人は使えばいいから。だから、これで内在っていう。ね。もう最初にこう、肺に溜めるような。で、それで今度は横に。だってさ、これって縦のことだよね。これで横のことだよね。そうでしょ？ P、N。見えるかな？ N。だから、これをバランスよく、成長点、キス型を見ながらやるっていうのはそういうことさ。で、イチゴの場合は、針葉がこれ徒長の方向に入っていくと、針葉のステム、茎の部分が、これ長くなるから分かるからね。これ長くなる。ロング。今日は英語です。ロング。葉っぱこんなになっちゃう。これイチゴね。でも理想はやっぱこうだよね。1対2。1、2。これがこっち2、1になるとこれダメだよね。それは徒長だよ。で、それがね、ボリュームあると思ってる人がいるんだけど、いちごだって春先こんなことしたりさ、9月の定食の時にやっちゃうと、はがき買ってみな。スカスカになるから。これいちごね。トマトの場合は成長点の、こう、針葉の展開するとこが急激に細くなったりしちゃダメ。だから程よく。で、ゴンゴンに太いのもダメだよ。で、そこでね、硝酸石灰を、受精用に入れてしまうと、さっき言った養分集中と、ジベレリンが肩に出て、それでね、ごっつごつのこんな木になっちゃう。そうすると、奇形する花が飛ぶ。特にこの6月の21日あたりになってさ、トマトの相談多いんだ。だから、窒素ってね、そもそもね、さっき言った RNA、DNA 色素、ATP 酵素、やっぱりアミノ酸からなるものだから、だから窒素ってまずそういう部分に使う、必要なものなんだ。で、今度はホルモン的には作用するのは、温度と相まって縦方向で行き場所は成長点の方に夜が温度が高いと集まっちゃうから、ただ俺が言った通り、内在を差しとかないと各部分に枝葉分かれして部分構成できなくなるんでさ。植物として。だから、使うなって言うんじゃないんだけど、使い方と使い時があるよと。特にね、夏の間にね、窒素の、さっき言った受精とさ、徒長の間をさまようなんてもんじゃなくて、ちゃんと受精っていう部分にお題目を置くの。そうすると、もう、おのずとして使うべき、カルシウムの性質は有機酸。斉藤は有機酸でいった。で、内在は有機率の高い窒素肥料で引き込んでおいて、で、このリン酸のエチレンの抑制力を使って徒長をさせず成長点の受精も維持しながらやる。っていうことをやっていた。でね、ちょうどさ、そうだな。まだ時間あるよな。ちょっとおまけなんだけどさ、
今俺さ、暖流構造のさ、維持向上のために、土の中に入れるさ、後から巻くね、後期整備生物の温床を使ってもらってるじゃない。で、そう、いつもの商品名知りたい人はね、はじめましてでもいいから、メールください。問い合わせフォームから。商品名教えます。もうね、言ったものがね、売り切れるんでね、もうね、3つも4つもあるんだよね、手に入らなくなっちゃったものが。うちの指導先さんにメインを置いてやってんのに、本末転倒だもんね。商品名はね、ちょっとね、動画配信でもうやめました。あれよ、大地の雫とバイオメジャーとピュアシルバー、あれは別だよ。あれなんでかって俺が売ってるからさ、許可をいただいてね。で、後期整備生物の温床で使ってもらってる資材にさ、地表の上にパラパラって置くのあるじゃない。すると、あれね、有用微生物がさ、ふわーっと置いた地表からね、こうやって、まあいいや、でも今度はいいや。置くとさ、これね、ふわーって菌層広がってるから、これ土の中だよ。菌層。だからね、定期的に置いてもらってるんだけど、これ窒素入ってんだよ。この資材。この材は。で、今言った、受精だ、徒長だって言った時に、って悩む時があったら、その時にはね、羊くんの作った大地の雫って、みんなね、カルシウムだけだと思わないでほしいんだよな、あれな。あれね、カルシウム、微生物、あとはね、急激な天候の変化に耐えるための、コーティング系から何から、オールバランスで作ってる。だからね、さっき言ったさ、後期整備生物の有用微生物の温床になるものって窒素入ってるんだ。数パーセント。で、それですら俺が3、40日に一遍地表にパラパラするって言ったのは、ちょっと図書チックだなってなった時には、その時はね、大地の雫のね、貫中をね、頻度を増やすの。なぜかというと、オリゴ糖だとか、ビタミンだとか、糖分等々があって、カルシウム以外に実はね、後期整備生物が、なんていうのかな、がっつり食いつくものが入ってるわけ。実はね、やり方では、窒素を抑え気味で、窒素使いたいなって時には、液体肥料を流せばいいんだから。ただ、置き声はさ、置いちゃうと除去できないのよ。中にはほじくる人もいるけど、それ失敗だからね、それね。だからね、大腸雫をそんな感じでね、使用頻度を、ちょっとね、増やしてあげる。でね、カルシウムってね、消極的吸収って言って、あんまり薄いと効かないからね。積極吸収、消極吸収ってのがあって、リン酸とカリはね、どちらかというとね、積極的吸収だから薄くても効くんだ。でも、カルシウムってさ、消極的吸収だから、俺が1000倍って言ったの2000倍とかにすると、と思ってちょっと効きがよろしくない。そういう特性もあるから、後期整備生物の温床に含まれている数パーセントの窒素ですら、ちょっと抑え気味にしたいっていう時には、大地の雫使えばいい。全く問題ない。筋層の維持、向上には、大地の雫に入ってる、糖分、ね。オリゴ糖、レハロース、アミノ酸、ビタミン。で、ついでにカルシウムが入ってるわけじゃないんだけど、カルシウムを効かせようと思ったらそうなったの。ということです。今日はね、窒素の効かせ方というかね、受精と徒長、受精に持っていく窒素の使い方をやりました。このように銀龍侍ではですね、農業技術に関する、特化した、特殊な、インターネットとかで引いても、本にも載ってないインターネットを引いても出てこないというのを、僕がうちの開発の羊くんから教わったり、宮崎所長から教わったり、で、自分で実践20数年やって、羊くんの結構実験台にされながらですね、培ったこの経験でですね、羊くん俺実験台にするの大好きなんだよね。不死身だと思ってんのかな、俺のこと。よくね、2、3年してからね、早く教えてくれやっていう内容を、やっと気づいたとこって結構あるんだよ。うちの指導先さんにはね、斉藤さんは即答で答えます。斉藤さん、これ何って言ったら、それはねって答えるとかね。問い合わせフォームの方からですね、住所、名前、電話番号を入れてですね、聞いてみたいこと。
あと、ちょっと困ってることがあったら、僕で知ってることであれば気持ちよくお伝えします。で、正式に指導を受けたい人は、バイオメジャー、第一の雫、ピュアシルバー、このたった3つの資材をですね、銀龍侍から買ってくれた方のみです。非常に多いんです。1個どっかで見つけてきたんだけど、これ教えてとか、3つ揃わないとできないよっつってんの。以上、よろしく。2020、失敗した。2024年